おはようございます。本日9日目、外は昨日に続いて快晴の気持ちのいい朝となっています。今日も一日中晴れの予報となっております。さて本日の予定ですが、ここ新井宿からスタートし、白須賀宿、二川宿、吉田宿、五湯宿、赤坂宿を経由し、愛野宿、元宿をゴールとする予定です。今回宿泊させていただいた呉竹院浜名港です。後ろを振り向くと駅が目の前です。昨日の終了地点である新井町駅まで電車で移動します。車窓から新井関所跡が見えました。朝早いのに電車の中は学生さんが多かったです。隣駅なので電車に乗っている時間も短く済みます。昨日と同様に最初に見えてくるのは渡船場の護岸となります。ここから昨日は国道側を歩きましたが、電車からこの新井関所跡を見た時に線路側に道が見えたので、今日はそちら側を歩いてみます。柵越しに免番所が見えます。この柵と免番所の建物までは思った以上に距離がありました。柵のない部分から見ると敷地が広く感じます。右側に見えている黒い建物は女改めの長屋となります。関所を通過する女性を改める改め女とその家族の住居だったそうです。2家族が居住していて、交代制で関所に勤務していたそうです。昨日ゴールとした本陣跡のある泉町交差点までひたすら歩きます。旅籠の紀ノ国屋も左手に通過します。旧東海道はこの目の前の泉町交差点を左に曲がり進んでいきます。そして泉町交差点から10分ほど歩いてきたところの交差点を右折します。案内板などは見当たらないのでスマホの地図を頼りに曲がります。右折してから100メートルもしない場所に棒花跡があります。棒花とはカゴの棒先の意味があります。大名行列が宿場へ入るときに仕切り直して格好よく入場するために、この場所で先頭棒先を整えたので棒花と呼ぶようになったとも言われています。今はこの場所にたい焼き屋さんが店を構えています。当然ですが早朝なので開いてはいません。目の前に小さな休憩所があったので、開店時間帯であればたい焼き買ってここのベンチで食べてみたかったです。先に進みます。白須賀宿に向かう途中には車道と歩道の間に松が植えられ、松並木となっています。現代でも少し物寂しく交通量も少ない穏やかな道にも思えますが、当時はこの辺りを行き交う人々の量や景色などはどのように映ったのでしょうか。この通りの左側は開けていて、遠くの建物がよく見えます。いつしか松並木も終えて住宅が道の両脇に立っています。まるで宿場を歩いている気分になります。この歩いている道路も旧東海道らしい道幅になっています。ここはどうやら旧白須賀宿のようです。1707年の宝永地震と津波で元の宿場は流され、現在の場所に移転したそうです。歩道が心もとないですが、交通量が少ないのは救いです。でもいいですね、このような景色の通りを歩くのも。そして一瞬ですが、右下に高札バートと一律カートがありました。気がつきませんでした。日本橋から70里目になります。一律カートからすぐのところに内宮神明神社があります。そして何やら神社の壁の上で動く影が2つあります。あれは猿ですね。2匹いますが、日向ぼっこでもしているのでしょうか。普段からここにいるような雰囲気を醸し出しています。この2匹の猿は仲が良さそうです。喧嘩しているようには見えなく、芝生の上でじゃれ合って仲良く遊んでいるように見えます。可愛らしくほのぼのとした光景です。この猿たちは神社の敷地内でしばらくじゃれて、その後どこかに行きました。そしてこの神社のお隣には立派な長屋門を持った建物が建っています。この神社の宮司さんを代々お務めされた家とのことです。潮見坂の入り口が見えてきました。ここを右折して北に進路を変更します。細長い道の奥には傾斜となり上り坂になっているのが目に見えます。潮見坂は約500メートルほどの距離となりますが、急坂となっていて体力は使います。潮見坂は東海道屈指の景勝地として数々の紀行文などにその風景が記されています。浮世絵師の歌川広重も遠州灘を背景にその一帯風景を鮮やかに描いています。今日から江戸への童貞では初めて富士山を見ることができた場所といいます。今日は天気がよく快晴となっているので、この坂を登った途中で振り返った景色は言わずとも絶景のはずです。
振り返ってみた景色は絶景というほどでもありませんでしたが、今日から来た旅人はここで目の前の海を見て感動はしそうです。そして潮見坂を登りきって少し進んだところから振り返り、今日方面から見るとこんな感じに見えるのですね。道がなくなっているようにも見えます。穴のようなところに吸い込まれていきそうな感じです。そしてここからすぐのところにある潮見坂公園は、明治天皇が東京に行幸する際に初めて太平洋をご覧になった場所となります。公園とはなっていますが、少しのスペースと奥まったところに数人腰掛けられる腰掛けがある程度です。ただこの公園は家の近くにあったら、天気の日には毎日足を運びたくなるような場所です。東都未発景の一つ、潮見の青蘭がこの潮見坂公園にあります。東都未発景は浜名湖周辺にある8カ所の景勝地の総称で、歴史的、文学的、美術的な背景があることを基準として2014年に静岡県が発表したものとなります。そしてこの公園からすぐ近くのところに白須賀宿があります。新井宿は関所の厳しい警備体制と港町としての機能を併せ持った東海道屈指の要衝でした。次は白須賀宿となります。さて宿場を醸し出す風景となってきました。いよいよ白須賀宿に入ります。この道の先が左に曲がっているのが分かりますでしょうか。ここを通る車がこの先の左から出入りしています。もう少し近づくと分かるのですが、この道はわざと曲げられています。これは可燃鉄と呼ばれ、宿場の出入り口となります。白須賀宿は現在の静岡県湖西市に位置し、日本橋から約277キロ離れた32番目の宿場町となります。もともとは潮見坂下の海岸沿いにありましたが、1707年宝永4年の大地震と津波により甚大な被害を受け、そのと高台にあたる現在の場所へと移されました。可燃手は江戸時代では攻め込んでくる敵を直線的に進ませないようにするため、鍵の手に曲げた道のことを言います。城下町ではよく見られる造りで、宿場町でも同様の構造が採用されていました。掛川にある七曲や神原宿の枡形も同じ仕組みです。またこの可燃手にはもう一つの重要な役割がありました。それは大名行列同士が道中で鉢合わせしないようにするための仕掛けです。江戸時代、大名がすれ違う際には格式の低い方が籠から降りて挨拶するしきたりでした。さて説明の途中ですが、前方右手に説明板のようなものがあります。ここは本陣跡になるそうです。白須賀宿には本陣が1軒、脇本陣も1軒設けられていました。説明を続けます。しかし主君を籠から下ろすことは行列を指揮する友頭にとっては最大の失態とされていました。そこで石膏と呼ばれる下見役が可燃手の先に出て相手の行列を確認し、鉢合わせしそうな場合には休憩を装って近くの寺に立ち寄るなどしてうまく回避していたとのことです。左手に今度は脇本陣跡を示す石碑が立っていました。現在では東海道線や国道からも離れているため、ひっそりとした家並みが静かに残されています。白須賀宿の京側の出口付近に白須賀宿マップが立っています。京側から白須賀宿に入る際にこのマップがあると便利ですね。それでは次の宿場を目指します。宿場を出ると県道173号と合流し、さらに少し進んだところで愛知県豊橋市に入ります。横に長かった静岡県が終了しました。いやー、静岡県長かったです。箱根峠を越えたところから始まりましたから。今度の愛知県は斜めに長いイメージがあります。国道1号線に入り案内標識が見えました。名古屋 83km、 岡崎 44km、 豊川 21km、 先はまだまだ長いです。でも豊川は今日中に通過し、岡崎は明日通過、そして名古屋は明後日って感じですね。映像は二川宿の1キロ手前あたりなのですが、2キロくらい手前から風が強くなってきました。天気予報を確認すると、この時間のこの近辺は風速5メートルほどあるみたいです。向かい風でしたので少し歩きにくかったです。道の反対側にあるあれは小型の風力発電でしょうか。すごい勢いでプロペラが回っています。この少し先で右折して東海道新幹線のガード下をくぐり二川宿に向かいます。このガード下を通るとすぐに東海道本線の踏切となります。それを渡ると二川宿となります。白須賀宿は
潮見坂の風光明媚な景観に加え、大江と礼節を重んじた江戸時代の工夫が詰まった宿場町でした。次は二川宿となります。そして少しのどかな電車の風景をお楽しみください。東海道本線の踏切を渡ってすぐのところに石碑があります。これは二川一里塚となります。日本橋から数えて72里目の一里塚跡です。二川宿内に設置されている案内板の説明では、この石柱の横にある建物は川口屋といい二川宿案内所になっています。そしてここから二川宿となります。二川宿は現在の愛知県豊橋市に位置し、日本橋から約282キロ離れた33番目の宿場町となります。1601年慶長6年の東海道設定当初から二川村と大岩村の2つの村で一宿分の役目を果たしていました。しかし小さな村であり、また 1.3km ほど離れていたため、参勤交代などで交通量が増えると経済的に行き詰まってしまいました。さて、説明の途中ですが、この道の先が左に少し曲がっていることに気がつきますでしょうか。商いや駒屋のところで道がマス型になっています。マス型とは、敵が侵入してきた際に直進させないように道を曲げた形のものを言います。説明を続けます。江戸幕府は1644年正保元年に養村は現在地に移転し、二川と家宿大岩からなる一続きの宿場町となりました。現在も本陣をはじめとして古い建築物が残っていて、宿場町の景観を残しています。そして本陣、旅籠、賓家の3カ所を見学することができる宿場町となります。ここは商いや駒屋となります。母屋、土蔵など半棟の建物からなり、二川宿で商家を営む傍ら、問屋役や名主などを務めた田村家の遺構です。豊橋市内に数少ない江戸時代の建造物で、当時の商家の一般的な形式をよく残していることから、平成15年5月に豊橋市指定有形文化財となりました。母屋は無料で見学可能です。また、建物を利用した雑貨屋さんやカフェがこの敷地内にあります。左手に見える建物は旅籠や製麺屋となります。製麺屋は江戸時代後期から明治まで二川宿で営まれていた旅籠屋です。本陣の東隣に位置したことから、大名行列が本陣に宿泊する際には家老なども上級武士の宿泊所としても利用されました。改修復元工事により、母屋、つなぎの間、奥座敷等を江戸時代の姿に復元し、一般庶民の宿であった建物を平成17年より一般公開しています。そして旅籠の隣に本陣があります。二川宿本陣は文化4年1807から明治3年1870まで本陣職を務めた馬場家の意向で改修復元工事により、母屋、玄関等、書院等、土蔵等を江戸時代の姿に復元し、大名や公家など貴人の宿舎であった建物を一般公開しています。二川宿本陣跡資料館の駐車場となっている場所に考察場が復元されています。実際に設置されていた場所はこの資料館から西に200メートルほどの場所となります。資料館から先に進むと、また道の先が右に少し曲がっています。西側のマス型となっています。資料館にあった考察場はここにあったそうです。このマス型のところに考察バートがあります。二川宿は本陣、旅籠、商家が保存され、今も江戸時代の空気を感じられる数少ない宿場町です。次は吉田宿となります。江戸川の吉田宿の出入り口は今の東八丁交差点の位置に東総門がありました。東八丁交差点にある八中餅屋の目の前に門のミニチュアが飾られています。この門をくぐると吉田宿となります。門の旗には番所もあり、警備がされていました。総門は朝6つから夜4つ、午前6時から午後10時の時間で開いていたそうです。これ以外の時間は一般人の通行が禁止されていました。吉田宿は現在の愛知県豊橋市に位置し、日本橋から約288キロ離れた34番目の宿場町となります。東総門から西に進んだところに吉田城の大手門跡があります。この大手門は1674年に静岡県湖西市鷲津にある本光寺に移築されているそうです。
おそらくこの1674年以降に写真の大手門が建てられたのだと思っています。調べてみましたが明確な情報にたどり着けませんでした。シャチホコ瓦を備えた堂々たる重層の楼門がこの通りの真ん中に建てられていましたが、明治初年に取り壊されました。右に曲がり道を北上すると吉田城となります。三河随一の吉田城の城下町だった吉田宿、飯田や信州に向かう別所街道やお伊勢さんへの近道だった田原街道への分岐もあり繁栄した宿場町でした。東総門から鍵の手に何度も東海道を曲がって吉田城を囲うように進むことで本陣や旅籠が集まる宿の中心にたどり着けます。吉田宿の本陣は2軒、脇本陣は1軒となります。町並みは約 2.6km と長く、当時の吉田宿は品川などと並んで飯盛り女の多いことで有名でした。1869年明治2年に吉田から豊橋に改名されました。1945年昭和20年には豊橋空襲によって豊橋の市街地の7割が焼失し、面影はほとんど残っていません。正面入り口となる南多門から入ります。両脇に立派な石垣が積まれています。石垣の下は堀となっています。土塁と石垣が組み合わされているものもあります。そしてこれは南多門の裏側となります。裏側には階段があります。そしてこちらが1954年に復興された黒金櫓です。今は内部は資料館になっています。この資料館の中には江戸時代の吉田城本丸の復元模型があるみたいです。黒金櫓を支える石垣は野面積みで、池田輝政が城主だった頃16世紀末のものであることが分かっています。吉田城は1496年頃に牧野琥珀が築いた今橋城が前身で、後に地名が吉田に改められました。戦国時代には激しい争奪戦の舞台となり、徳川家康の命で酒井忠次が城代を務めました。1590年家康が関東へ移封されると池田輝政が城主となり、城と城下町の整備を進めました。最盛期には全国有数の規模を誇り、出世城とも称されました。現在も石垣や土塁などの遺構が残り、1954年に復興された黒金櫓が象徴として立ち、2021年には城址の主要部が豊橋市の指定史跡となりました。さて、吉田宿の出口に向かい進んでいきます。吉田宿の京川出口となる西総門跡となります。こちらにも東総門同様にミニチュアがあります。東総門と同様に上方側の出入り口となります。この総門は湖西市鷲津の本光寺の総門を参考にして作成されたとのことです。そしてその本光寺の総門はここ吉田宿の大手門を移築したものとのことです。この先の橋を渡ります。橋の名前は豊川橋ではなく豊川に架かる豊橋です。広重の絵のタイトルには豊川橋と書かれています。ちなみに上流の方にある国道1号の橋は吉田大橋です。豊橋から見える吉田城跡です。川を渡り左折した県道496号を北西に向かって進みます。この県道はこのように白線のみの区間もあって、交通量によっては歩くのが怖い道路です。豊橋から1時間ほど歩いてきたところで前方に何かがありそうです。どうやらこの辺りは吉田宿と五湯宿の間にある稲村立バート茶屋があった場所のようです。格式ある茶屋の加藤家は良光さんという服薬が有名で、ここ一帯が薬の名で呼ばれるほど評判だったといいます。そしてこの説明板の前に目立つほどの大きい区碑が2つあります。一つは芭蕉ので、もう一つはこの加藤家生まれの俳人嘘野となります。芭蕉との親交のあった人物とのことです。愛の宿から1時間以上歩いてきたところでお湯のお湯分けに着きました。見附宿で分岐した姫街道がここで合流となります。姫街道と合流はなぜかちょっとだけ楽しみでした。そして姫街道と合流したので目の前は五湯宿となります。吉田宿は城下町としての威厳と交通の要衝としての機能を併せ持つスケールの大きな宿場町でした。次は五湯宿となります。五湯宿は現在の愛知県豊川市に位置し、日本橋から約299キロ離れた35番目の宿場町となります。当時の町並みはほとんど残っていませんが、五湯の松並木は旧東海道で現存している松並木の中で最も美しいとされ、見応えが十分にあります。東海道と姫街道の追い分けがあり、
豊川稲荷の参拝客や秋葉山へ参る人の宿としてもにぎわった宿となります。隣の赤坂宿との宿間距離はわずか約 1.7 キロほどしかなく、客引きの強引なことでも有名だったそうです。吉田宿や岡崎宿が城下町ということもあって堅苦しかったことに比べ、遊興的な宿場の色彩が強かったと言われています。明治以後東海道線の通過地に選ばれなかったため、鉄道が通じた三津や蒲野郡に繁栄を奪われて衰退していきました。御湯宿には本陣が2軒、脇本陣は0軒でした。松並木が始まる場所に音石札立掛け場跡があります。御湯宿に残る音石札の設置場所跡となります。音石札とは、諸藩の大名が参勤交代や何らかの用事で出向く際に、宿泊先御給先となる宿場の本陣や問屋町役人に事前に申し伝え、宿泊当日の3日前までに本陣または町役人は宿場の出入り口の板に宿泊年月日、藩主名、出向く先を記入し立てかけられた看板となります。ここから始まる松並木は御湯の松並木と呼ばれ、1944年昭和19年第二次世界大戦中、国指定の天然記念物となりました。600メートルにわたって続く松並木は家康の命を受け植樹したもので、亀の甲羅のような形の樹皮が特徴の三河黒松が赤坂宿との間に約300本並んでいます。御湯の松並木は旧東海道で現存している松並木の中で最も美しいとされ、見応えは十分にあります。ゆっくりと歩いても松並木を通過するのに10分とかかりません。道幅は広くない上、車の通りもあるので歩行の際は注意は必要です。松並木を抜けたすぐのところが赤坂宿の見附となり、赤坂宿に入ります。御湯宿はにぎわいと遊興の色を併せ持つ個性豊かな宿場でした。そして今も残る松並木が江戸時代の旅の情景を静かに物語ってくれます。次は赤坂宿となります。松並木を抜けてすぐのところに見附跡の説明板があります。ここから赤坂宿となります。赤坂宿は現在の愛知県豊川市に位置し、日本橋から約300キロ離れた36番目の宿場町となります。見附から5分程度歩いたところに、いかにもお屋敷らしきものがありそうな門構えの建物が左側に見えてきます。本陣のあった場所のようです。本陣跡の説明板が立っています。本陣は大名、幕府の役人、公家などの高位の人物が宿泊を許されました。赤坂の本陣は1711年宝永8年では4軒あった本陣のうち1軒は問屋も兼ねていたとのことです。赤坂宿と御湯宿の距離は東海道の中で最も短いものとなります。もともと赤坂宿と御湯宿は赤坂御井宿という一つの大きな宿場町でした。大きすぎたために五街道の整備時に家康の命にて間に松が植えられ2つの宿場に分けられたとのことです。また宿場を分けることで大名行列の利用ルールが定められたそうです。今日から下る大名行列は赤坂宿に、江戸から登る大名行列は御湯宿を利用するというルールです。赤坂宿には本陣は3軒、脇本陣は1軒でした。本陣跡から歩いてもすぐの場所に大橋や旧旅籠小屋があります。江戸時代から建っている旅籠屋さんで210年の歴史があるそうです。そして中を見学することができるそうです。旅籠の実物を見ることができるなんてなかなかないので、これは貴重だと思います。しかも2014年までは本当に旅館として利用していたとのことです。現在は無料で見学ができるみたいです。隣の駐車場内には大橋屋と脇本陣について説明されている案内板があります。そして駐車場の出口には赤坂宿、御湯宿の案内図が設置されています。そしてこの大橋屋から歩いてすぐのところには赤坂休憩所よらまい館が建っています。この建物は江戸時代の建物をイメージして建てた休憩所だそうです。ここは無料で利用することができるみたいです。多くの子どもたちが元気に利用されていました。施設を有効活用されていますね。子どもたちが元気でいることができる場所はいい場所ですね。よらまい館とは三河弁で寄っていこうよという意味なのだそうです。先を急いでいたため寄ることができませんでした。よらまい館の斜め右に陣屋跡、三河倹約書跡があります。陣屋とは代官所ともいい、年貢の徴収や訴訟などを取り扱ったところになります。休憩所からは日が暮れる前に着きたい場所がありましたので、しばらくの間は黙々と進んでいました。旧東海道だけあって
道幅が狭い場所が続いたりすることもあるので、車には注意が必要です。1時間以上歩いて岡崎市に入るところまで来ました。たどり着きたい場所としては本宿にあります宝蔵寺となります。本日のゴール予定地である宝蔵寺まではもうすぐ近くのところまで来ています。ですがすでに営業時間内みたいなので、お寺の中に入るのは明日にします。本宿に着きました。宝蔵寺はすぐそこです。先に進むと本宿の歴史について書かれた説明板があるので、手前を左方向へ進みます。左に入って100メートルちょっとを進めば本日のゴールである宝蔵寺となります。そして到着いたしました。本日はここ本宿までとなります。今日の宿泊先は豊川市の諏訪町駅にあるコンフォートホテル豊川に予約することができました。宝蔵寺の近くに本宿駅があるのでホテルへの移動に助かりました。明日はこの宝蔵寺からスタートいたします。本日もここまでご視聴いただきありがとうございます。